スッキリヨハネの黙示録、大いなるバビロンの出現と滅亡。皆さんこんにちは。前回は、ダニエル書9章27節の前半が、イエス・キリストの初臨の時のことを表している、ということをお伝えしました。今回は、このことの応用となっている、同じ説の後半についてです。また荒らす者が、憎むべき者の翼に乗ってくるでしょう。こうしてついにその定まった終わりが、その荒らす者の上に注がれるのです。この箇所、文字数は少なく、その意味は非常に捉えにくいのですが、その正しい内容を知ることは、極めて重要であり、終末の理解には、ここの理解が不可欠です。なぜこの箇所も含めて、ダニエル書はこんなにもわかりにくいのかについて、それは意図的なものであることと、その解決方法を、先に確認しておきましょう。先に示された朝夕の幻は真実です。しかし、あなたはその幻を秘密にしておかなければならない。これは多くの日の後に関わることだから。ダニエル書は、終末に関わる秘密なわけですね。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を必し、この書を封じておきなさい。多くの者は、あちこちと探り調べ、そして知識が増すでしょう。終わりの時になるまで封じられていたわけですね。しかし、これを探り調べることは、神の御心にかなったことなわけです。彼は言った。ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで必し、かつ封じておかれます。このように、ダニエル書は秘された文書であることが、ダニエル書自体に書かれています。神が秘されたのですから、わかりにくいのは当然なわけです。このように秘されている理由は、ダニエルの時代は、イエス・キリストの初臨の前であり、それに次ぐ、教会時代と、さらにその後の終末、千年の期間、新天新地、という歴史の流れが、まだ秘密であったからです。しかしこの歴史の流れは、イエス・キリストの初臨の後に、ヨハネの黙示録が書かれた時点で、世に解放されたため、ここからが終わりの時となって、ヨハネの黙示録の中に、ダニエル書の、ほとんどの秘密が開かれているのです。そこで、ダニエル書の秘密の部分を理解するには、ヨハネの黙示録の知識が必須になります。ヨハネの黙示録の内容を知らずに、ダニエル書の秘められた部分を理解することはできないのです。さらに私たちの時代は、すでに、教会時代の終わりあたりまで到達しており、ダニエルより後の時代の出来事を、歴史として知っていますから、理解はさらに容易になっています。ダニエル書は、ネブカデネザルによる第一神殿破壊の時点から、終末の2300日に至るまでの期間にフォーカスして、その予言が記載されているということに、留意しておきましょう。さて、前置きが長くなりましたが、ここからが今回の本題の、9章27節の後半です。この箇所、例によって、とても短く、その意味は捉えがたい、と感じられるのではないでしょうか。しかし、そうではないのです。では、それを解いていきましょう。この箇所に登場する人物は、荒らす者、と憎むべき者、の二人です。ここで、一つ注意点ですが、日本語訳の新海訳第3版では、荒らす者と憎むべき者の区別がついておらず、荒らす忌むべき者、と一つになってしまっているため、この翻訳からは、この箇所の意味を正しく読み取ることはできません。さて、この最初の荒らす者、とは誰でしょうか。これが一番のポイントです。荒らす者は、何を荒らすのでしょうか。プルプルお肌を荒らすのでしょうか。作物の実った畑を荒らすのでしょうか。そういうことではありません。では何を荒らすのかというと、この箇所の直前の、9章27節の前半については、前回の第11回の動画で解説していますが、ここで述べられていたのは、イエス・キリストの初臨でした。するとつまり、ここで新しい契約によって、
教会が成立したわけです。そこで、この文脈を考慮すれば、荒らす者が荒らすのは、教会であると推論されます。そして、荒らす者は、最後はついに滅びるわけですが、それはいつでしょうか。それは、ダニエル書が、第一神殿破壊から終末までの期間にフォーカスしていることを考慮すれば、当然、終末のことであると推論されます。つまり、荒らす者は、キリストの書輪の後に現れ、教会を荒らし、終末に滅ぼされる存在です。そこで、終末に捕らえられたり滅ぼされたりする存在について、ヨハネの黙示録を確認すると、次の4つが見つかります。1、サタンは捕らえられ、底知れぬ穴に閉じ込められます。2、終末の獣は捕らえられ、火の池に投げ込まれます。3、偽預言者も捕らえられ、火の池に投げ込まれます。4、大いなるバビロンは、焼き尽くされます。この中で、1のサタンは、キリストの書輪の前から存在しますから、荒らす者には該当しません。また、2の終末の獣は、海から登ってくるため、憎むべき者の翼に乗って出現するのではないので、やはり該当しません。また、3の偽預言者は同様に、地から登ってくるため、やはり該当しません。それで、4の大いなるバビロンが、荒らす者に該当すると思われますが、それを確認してみましょう。倒れた。大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒を、あらゆる国民に飲ませたもの。大いなるバビロンは、確かに終末に倒れる存在です。それで、大いなるバビロンとは何者でしょうか。この女は紫と赤の衣をまとい、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者と、自分の姦淫の汚れとで満ちている、金の杯を手に持ち、その額には、一つの名が記されていた。それは奥義であって、大いなるバビロン、インプどもと血の憎むべき者らとの母、というのであった。大いなるバビロンとは、女でした。どの女でしょうか。これに該当するのは、7つの教会時代に出現する、テアテラの教会への手紙の中に言及されている、この女です。しかし、あなたに対して責むべきことがある。あなたは、あのイゼベルという女を、そのなすがままにさせている。この女は女預言者と自称し、私のしもべたちを教え、惑わして、不貧困をさせ、偶像に捧げたものを食べさせている。教会を荒らすこの女は、憎むべき者の翼に乗ってくるのでしょうか。御使いは、私を御霊に感じたまま、荒野へ連れて行った。私は、そこで一人の女が、赤い獣に乗っているのを見た。その獣は髪を汚す数々の名で覆われ、また、それに7つの頭と10の角とがあった。女は、赤い獣に乗っていました。図のようなイメージですね。この赤い獣とは、7つの頭と10の角がある、サタンです。第10回で見た、図を確認すると、サタンには確かに翼がありますね。この女は、終末に滅ぼされるのでしょうか。私は、この女に悔い改める折を与えたが、悔い改めてその不貧困をやめようとはしない。見よ、私はこの女を病の床に投げ入れる。この女と姦淫する者をも、悔い改めて彼女の技から離れなければ、大きな観難の中に投げ入れる。また、この女の子供たちをも撃ち殺そう。撃ち殺されていました。というわけで、荒らす者、とは、7つの教会時代に、教会内部から現れるイゼベルの廃墟勢力、つまり、偽キリスト教会です。そして、翼を持つ憎むべき者、とは、サタンでした。それで、また荒らす者が、憎むべき者の翼に乗ってくるでしょう。こうしてついにその定まった終わりが、その荒らす者の上に注がれるのです。というこの箇所の意味は、次のようになります。
イエス・キリストの十字架の後に、教会時代になると、教会内部から、サタンの力によって、教会を荒らす異教の勢力が現れ、教会は偽キリスト教会化する。しかし、その偽キリスト教会は、終末には滅ぼされることが定まっている。ということですね。この大いなるバビロンについては、ヨハネの黙示録の17章と18章のすべてを使って、これに対する裁きが予言されています。さて、第7回から、今回の第12回まで、ダニエル書を見てきましたが、これで基礎は固まりましたので、次回は、ヨハネの黙示録に戻って、第4章から見ていきましょう。ここから、いよいよ終末の出来事が展開していきます。